中抜き国家日本は滅びている。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望と共に寄り添ってゆく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね。いやー参りましたね。参りましたよ。またね、トラウマが発動したんですよ。私の人生のね。でトラウマについて僕は動画を出してるんじゃないのかと思って調べてみまして、出してるんですね。2022年9月11日に出してるんですね。トラウマについてね。ということでね、トラウマについて第2弾ということでね。ということでね、トラウマについて第2弾なんですよ。何回かね、この340本を超える動画の中でね、何回か話しましたけれどもね、私高校ね、1年生2年生ぐらいの時にね、とんでもないトラウマな事件がありましてね。寝取られ事件なんですけれどもね。その寝取られでね、もうそれはね、凄惨な事件があったんですよね。こと細かにね話すと僕が泣いてしまうので話しませんけれどもね、あったんですよ。それでなんて言うんでしょうね、そのトラウマね、もう僕もね、もう老人の域に達しているような年齢ですよね。それでもね、またね、昨日ね、夢の中にね、寝取られ事件をやらかしたね、女が出てきて、最悪な気分で目が覚めるわけですよ。ね。そして一日中ね、そのトラウマ事件についてね、あれやこれやね、嫌な気持ちで労働場に行って、あれやこれやね、非常に不愉快な気持ちでね、そうなんですよね。やっぱり10代とか子供とか10代の時の嫌な事件とかトラウマになるようなことっていうのは抜けませんね。若くして経済破綻をして、おっさんになって経済破綻をしてですよ、人生が終わったわけですけれども、そっちの方がよっぽどトラウマじゃないかと思われがちですけれどもね、それは死にたい気持ちになるね、非常に原因でもありますけれどもね、それは別にトラウマってわけじゃないんですよね。それは自業自得の大失敗ね、真夏の大冒険、真夏の大失敗みたいなね、人生における大失敗なわけで、別にね、瞬間的なものでもないですしね、失敗っていうのはね、何年にも積み重なった上での愚かな人生の大失敗ですから、そんなにねトラウマってわけじゃないですよね。ボディーブローのように効いてくるようなねことですからね。全く己の無能がね招いたものですから、別にね、誰も責めることはできないね、ただ己を責めるのみということでね、そういうのってトラウマにはあんまりならないんですよね。トラウマの不思議、やっぱりトラウマっていうのはやっぱり他人からのやっぱり加害行為ですよね。そしてもうあからさまな被害者である己自身っていうもののね、特に若いとね、
非常に尾を引きますね。いまだに悪夢にうなされて目が覚めてね、嫌な気持ちでずっと労働してましたけれど、いやもうね、勘弁していただきたいですね。トラウマってどうですか皆さん、ね、トラウマひどいですね。トラウマ抜けませんね。そこで思ってたんですけど、私その凄惨な事件が起きた直後、あれなんですよね、なんかそれこそ16歳ぐらいですよね。なんか高熱が出ましてね、風邪みたいな症状が出て高熱が出まして、そして朝起きたらですよ、これも何回か話しましたけどもね、顔が変形するぐらいにね、顎が腫れてるわけですよ。なんか虫歯的なね、虫歯というよりもなんかほら、人間ってこうなんか非常に疲れがたまるとこうね、弱いところに来るっていうじゃないですか。なんかね、顎がね、顔の形が変わるぐらいね、ぼっこり腫れてですよ。こんな腫れて、で高熱も出てですよ、風邪みたいだと。それでね、その事件もありましたしね、もうね、うんざりしてね、3日間ぐらい学校休んだんですね。本当にね、体調が悪くてね。それで思い出したんですよ。慶三っていうね、私の友達がいましてね。いや、友達というよりかは、まあ同じクラスで、まあね、それは同級生で、そんなにね、仲がいいわけでもなかったんですけれどもね。非常におとなしい、今から考えてみればですよ。慶三は LGBTQ のなんて言うんでしょうね。なんでしょう、心が女性みたいなね、今で言えば LGBTQ におけるなんて言うんでしょうね。あれですよね、トランスジェンダーみたいな、そういうね、非常にこう、なんか丁寧な、ね、いつも周り女の子ばっかりでね、なんかそうなんか非常に男らしいところが一つもないようなね、そういうおとなしいなんかこうね、今考えればね、慶三はトランスジェンダーだったんじゃないのかなと思うんですけどね、女性の心を多分に持ったね、男でありまして、それ3日間休み、3日目ぐらいにね、慶三からね、電話がかかってきたんですね。家にね。誰もね、私のことなら心配しませんよ。ね。惨めな男ですからね。ところが、慶三からね、一本の電話がかかってきて、私の家はね、まあ、その当時黒電話ですよね。ジーコする黒電話でしたよ。大昔の話ですからね。ネズミに足をかじられながら育ったみたいな貧乏家庭ですから、黒電話でしてね、今でも思い出しますよ。ちょうど冬だったんですよね。冬っていつぐらいかな、12月か1月か。慶三から電話がかかってきましてね、ネガティブマンよ、大丈夫かいっていうね、か細い声でね、大丈夫みたいなね。いや、大丈夫だよと。いや、まあ全然大丈夫じゃない。高熱が出て、ね、わけもわからず歯が腫れてんのか、歯茎が腫れてんのか、顔が変形してるよみたいな話をして。お前こそどうしたんだよ、慶三、どうしたんだって。電話をくれるなんて。いや、俺は嬉しいけれどもねっていう話をね。短い時間したんですけれどもね。びっくりしましてね。やっぱりあれですね、よく世間で言われているところの、なんて言うんでしょう、人間こうひどいピンチに陥った時ほどね、そこでなんて言うんでしょうね、人間が測れるっていうんですかね、そういうところで意外な人物がね、僕にこう同情と言いましょうか、なんて言うんでしょうね、心配になってね、
ネガティブマン大丈夫かいっていうね、電話をしてくれた。非常にね、今思い返しても涙が溢れるようなね、優しい電話がかかってきましてね、そんなことを思い出しましてね、嫌な気持ちで目が覚めましたけれども、労働場に向かう道すがらね、そういえばそうだったなと思って、慶三のその後はなんだろうな、なんか進学した後になんか千葉で就職したみたいな話をちらっとどこかで風の噂で聞きましたけど、それも何十年前ですからね、今どうしているのかね、今あったらね、その時のねお礼をしたい。いや、その後学校にいた後もねちゃんとお礼しましたけれどもね、そんなにね一緒に遊ぶわけでもね、話すわけでもないね。いやでもね、いや僕はね慶三という男を非常に買ってましたのでね、あれでしたけれどね、ああいう時にものすごい意外な人物から電話がかかってきたという喜びね、人生の苦しみがほとんどですけどもね、あの電話は本当にありがたかったな。一人ぼっちのね、惨めでこうね、みんなに笑われるようなひどい事故っていうものが起きた後というかね、真っ最中にね、いの一番でね、僕の心配をしてくれた慶三にね、今一度ね、慶三ありがとうと伝えたいですね。慶三いいやつだな、きっとね。どうか幸せにね人生を歩んでいってもらいたいですよね。いやっていうか慶三も同級生だから、もうろくでもない人生ならろくでもない人生歩んでるんですよ。まあね、きっとあのね、包み込むようなね優しいね性格であるのならばね、きっと悪い人生は送ってないと、私と違ってね、思いますんでね。まあね、ですからトラウマっていうのはやっぱり子供とやっぱり10代ぐらいが一番良くないですね。やっぱり心の免疫っていうものが全くない状態でね、悪い事件に巻き込まれる。まあ世の中いっぱいあるじゃないですかね。性被害だったりとかいじめだったりとかね、そういうねトラウマって多分ね一生抜けないと思います。私のねこんなねバカバカしいけど本人にとってはとんでもなく悲惨な事件がね、もう何十年も前の話なのに全く抜けませんからね。本当にね、目が覚めたら油汗ですよ。なんかね、森みたいな偏僻な場所でね、なんか学校の行事みたいなものがあって、なんか発表会をするみたいな、そんな変な夢でね、なんかね、ネトラレをして、ネトラレのね、この中心人物のね、僕が殺すに殺せなかった女がね、出てきてね、何度も出てきてね。でもね、僕はね、そこで怒らないんですね。なんかね、今の私ならばね、あれですけど、なんか怒らないんですよ。なんかね、気持ちの悪い対応をするわけですよ、私がね。同調するみたいなね、なんか非常に気分の悪い、ね。で、起きたら油汗ですよね。だからね、いやトラウマは良くないですね。そしてこれを克服する方法はないですね。どうしましょう皆さんね。なんかね、あれじゃないですか、睡眠療法みたいなのあるじゃないですか。
あれですよ、それこそこのなんかこうね、ベッドに横になってこうね、こう催眠術をかけてもらってこうね、その事件に対してこうなんていうんでしょうね、なんて催眠療法あったんで、そういう催眠療法とか、いやでも無理だと思うな。トラウマって一生抱えていかないといけないんですよね。それこそ小さい頃だったりとかね、10代とかでなんか戦争に巻き込まれたとかね、戦ったとか、なんかこう殺さざるを得なかったとかね、またはね、肉親を殺されたとか、なんかそういうのってもう絶対もう無理な気がしますね。無理な気がします。それはもう天災もそうですよね。大震災とかもそうですよね。地震の話もそうですよ。トラウマってね、きっとね、いろんな辛い思いをした幼少期ね、トラウマになってる人はたくさん世の中にいると思いますもんね。私もその一人ですからね。ぜひともね、そうネガティブマンはそばにいますからね。そういうトラウマを抱えて苦しいね、また人生が悲しくて絶望している人々の隣にいますからね。ネガティブマンはね、隣にいますからね。そうぜひともね、共にね、寄り添ってね、慰め合いましょうよ。誰も味方がいない。私もね、そう思える時がたくさんありますけれどもね。ネガティブマンだけはあなたの味方ですからね。そうね、苦しむ者皆仲間ですよ。仲間ですよ。仲間。同志ですからね。同じ志と書いて同志ですからね。そう。というね、もうね、救いのない話でしたけれどもね。いや、本当何十年経っても嫌な気持ち。それでね、あれですよ。ね。やっぱり、このトラウマを解消するにはですよ、相手をね、殺すのが一番なんじゃないのかな、みたいなところがあるわけですよ。当時も思いましたけどね。当時でも当時はまだね、純粋な、こう、なんて言うんでしょう、ビッグボーイっていうかね、なんか純粋でこうね、ピュアでナイーブでセンシティブでナードなね、精神でしたからね。やっぱり思い切ってね、やっぱりこう暴力に訴えるってはできなかったですけど、今ならできるんですけど、あれじゃないですか。今日も考えましたけどね、そいつが25ぐらいでね、殺せるんだったら一番いいですけど、もうね、僕と同い年でね、多分ね、子供も巣立ったぐらいのね、そんなおばさんを殺してもね、または寝取った男もまた同じようなね、同世代ですからね、そんなおばさんおじさんを今更殺してもね、どうですか皆さん。なんか無意味じゃないですか。なんか無意味じゃない。そいつらは人生を謳歌しちゃった後ですからね。謳歌しちゃった後。どんな人生か知りませんよ。苦しみの人生だったかもしれないけれども。ね、おそらく結婚とかしてね。子供もいたりとかして。でもそれでもなんかほら、終わった年齢じゃないですか。そんなおじさんおばさんを殺しに行ってもね、また今いろんなね、こうなんて言うんでしょう、いろんなところにカメラがありますからね。田舎とはいえなかなか殺人は難しいですよね。やっぱり当時から数年後ね、まだまだ昭和の雰囲気が残るあの時代に殺しておくべきでしたね。やるんならね。だってそいつらが享受するなんて言うんでしょうね、幸せみたいなものをねやっぱり潰してやるのが一番のね、嫌がらせじゃないですか。
敗しましたね。まあでも当時はね、当時であれじゃないですか、大人になったらなったでね、もう労働で忙しかったですから、僕もね、いろいろとやりたいこともあったしね、そう女の尻を追いかけてしまったりとかしてましたからね。若い時は若い時で意外とね忙しかったんでちょっと無理でしたね。だからね、今ならねもう私もね死に損ないとしてもう死ぬわけですから、今やってやろうかなと思ってるんですけど、ね、無意味だなって、無駄ですよね。そいつらがたっぷりと人生の時間を享受した後に殺してもな、そうなんかな、もっと早いうちにね、そうなんか子供が小さいうちにとかさ、なんていうのかな、わけのわからないこのね人の不幸の上に成り立った幸せを享受している最中こそね殺すべきだったとね今は後悔していますけれどもね、今更殺してもなっていうの、なんかもうね踏んだり蹴ったりなね、そんな気持ちになっておりますよ、ね、今更殺してもな、ね、私の長年のねこのトラウマの苦しみ、とっても嫌な気持ち、また当時のね惨めったらしさと言ったらなかったですからね、私のね、そうね、あまりにかわいそうで、もうとんでもなくろくでもない先輩だったり怖い先輩だったりっていう人たちですら私に同情して「お前大丈夫なのかよ」みたいなねことを言ってくれたぐらい、もうね私踏んだり蹴ったりもひどい状況でしたからね。やっぱそれを考えるとねこのままね寿命を全うさせていいのかどうかっていうのはねちょっと考えますね。私はもうやることないんでね、ちょっとイベントとしてちょっとね、まあでもそんなこと言い出したらね、その2人だけじゃなくて5人10人15人20人みたいなね世界になってくるんでね、いずれ捕まっちゃいますよね。難しいところですよね。いや難しいですよ。まあね長々とすいませんね。とにかくトラウマは恐ろしい。夢に出てくるだけでねもうね非常に一日中嫌な気持ちになってね、非常にフラッシュバックしてね辛いです、苦しいです。ということでね、そんな世界は滅びればいいのです。ではご清聴ご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録いいねボタンを押せたら押してください。よろしくお願いします。世界を滅ぼす励みになります。ではじゃんけんをしましょう。最初はグー、じゃんけんほいほいというね。それでは今日にも明日にも世界が滅びますように。ネガティブマンでした。